7ヶ月ぶりの訪日から帰ってきたところです。しばらく日本に行ってないからこそ、普段目に出てこないようなところもいろいろ見えたんで、それについて今日お話したいと思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。久しぶりに日本に行くからこそ、毎日日本に住んでいる方との見方の違いがあると思います。日本の良さ、本当にもうたくさんありますよね。アメリカから日本に行くと、日本のすごいいいところが本当に見えやすくなると思います。着いてすぐにまず感じることはいつも羽田空港到着が多いんですが、今回もそうだったんですが、いつも思うのは日本の空港の中の綺麗さ、そしてそのスーツケースなどを受け取るバッゲージクレームですか、そのところの管理がちゃんとできている。そこで一人一人のやってる日本人の方、日本人じゃない方もスタッフがしっかりしている方が多いなと思う。アメリカ人から見ると、そういうところが相当適当な部分があるんですよね。例えば、スーツケースがコンベヤーから降りてくるところにいるおじさん、おばさん、お姉ちゃん、お兄ちゃんが、すごい丁寧にそれぞれを立たせて、コンベヤーが詰まらないように、スーツケースが壊れないようにそれをやってる人がすごいなと思うんですよね。普通は多分そういうところは見ないかもしれないんだけど、俺が見てます。なぜかというと、アメリカに帰ってくると必ず、必ずと言えないんだけど、ほとんどの場合はそういう方がいなくて、荷物が、スーツケースがどんどん詰まっても壊れるスーツケースもあったり、扱いがかなり乱暴なんだけど、日本は丁寧。何でも丁寧に細かくこだわって、その仕事に真面目にやることが目立ちますよね。トイレの掃除も綺麗ですよね。残念ながらアメリカの国際空港のトイレによってもう臭くて汚いところもあります。設備も古くてお水が出るか出ないかって、日本にはそれがないんですよね。必ず俺が出る前にどうでしたかっていうのは必ず綺麗だよって押しています。今度駐車場の方に降りていくと目立つことは、日本人はみんなバック駐車ですよね。必ずバック駐車、前から入れてる車1台もない。アメリカはほとんどその逆ですよね。そして、あんな狭いところの中で、ドアはぶつけたり、誰したりすること、ないと言えないんだろうと思うんですが、狭いところの中で、日本人はよく、何でも、車を止めることも、仕事をすることも、何でも結構狭いところではうまくできる日本人の国民性。アメリカ人はできないんですよね。駐車場が広くないと必ずドアがぶつかったり、必ずドアにへこみが入ったり、一台分を守るアメリカ人もみんなじゃないんだけど、そういう方もいるから、日本人はちゃんとそれをやってる。そして車が綺麗。それぞれの車が綺麗。汚い車はあんまり目立たない。もちろん、いるんだろうと思うんだけど、アメリカと比べると、綺麗だなと思いますよね。へこんだり、傷があったり、ボロいって、明らかにボロいフロントガラスが割れたり、もうこれ走るのぐらいの車は目立たないことはもう日本なんですよね。アメリカと違います。今回もタクシーも結構利用しました。日本人のタクシーの運転手はプロですよね。タクシーはまず完璧に綺麗。中も外も傷もほとんどのない綺麗なタクシー。ちなみにタクシーがもうこの数年前から全部この小さなバン式になったタクシーが多いなと感じましたよね。すごい乗りやすくて、すごく中も綺麗なんだけれども、運転手たちがプロフェッショナル。スーツケースがあると気づいて必ず出てきて、スーツケースの手伝い、女性だろうが男性だろうが必ずそれがある。海外ではそれは必ずと言えないんですよね。日本人スタイルはすごいタクシーの中のおもてなしもすごいんですよね。タクシーの運転手と話するのが私は好きです。いい情報交換とか、今日本の経済はどうですか、忙しいですかって、そういうことで、普段は自分の目で見れない日本もいろいろ情報ゲットができることが面白いなと思う。日本のタクシー運転手が偉いなといつも感じます。そこからホテルですね。最近すごい気に入りなのは大浴場付きのホテルですよね。
素晴らしいですよね。本当にリフレッシュできます。夜中にも大浴場に行ける。そこに入って、お風呂に入ってリラックス。アメリカにないんですよね。あんまり。普段はお風呂に入ることはあんまりないんですよね。シャワーですよね、アメリカは。お風呂に入らないからこそ日本に行くと大浴場に入って、そこで洗ったり、あれしたり、裸になって、もうああいう環境にいるのもなんか気持ちいいんだよね。変な意味ではなく、本当にリフレッシュはできた。自分の肌と皮膚もなんか、サンキューって言ってくれてるんだよね。最近までこの大浴場付きのホテルに泊まり始まるまで、いつもビジネスホテルに泊まってたんですよ。ビジネスホテルは好きですよ。別に狭いとか広いとか、狭いところにもう慣れてきたので、問題はないんですが、大浴場があるかないかって、それほど料金的にはあまり変わらないからこそ最近大浴場付きのホテルにしているんで、あと素晴らしいなのは、どちらもビジネスホテルもそうなんだけど、朝食。朝食も美味しいんですよね。朝のバイキング。それも美味しい野菜とか日本でしか食べれない。そして毎日納豆も自分の大好きな納豆も食べられることが毎朝の楽しみなんですよ。もう一つ部屋がね、枕最近いろいろ選べるんですよね。硬い枕からそば枕とかなんかいろいろ入ってるような硬めの枕、自分の好む枕もあって、何よりも、古いビジネスホテルになると必ず部屋になかったのは、部屋ごとの換気、エアコン、今時のところだったら必ずついてるので、自分の好む温度に設定できることが、すごいありがたいことですね。そして今回結婚式があったんですね。日本の結婚式とアメリカの結婚式になったらいろいろが違うんですよね。本当に日本人のこだわりと細かさが結婚式、そのプロデュース、それとスタッフが、ホールの中の人たちが、その前に全部アレンジとか案内をするところが素晴らしいんですよね。チャプルの牧師さんのプレゼンテーションとやり方、ライトと音楽、そこでやる、チェロとバイオリンなど歌っているのは素晴らしいです。照明など、もう完全なプロデュース、もうプロデュースが素晴らしいと思いました。本当にもうすごいいい結婚式に来たんです。その後今回はね、広島まで行ったんですよね。広島に最後に行ったのは5、6年前なんですが、その時は非常に気に入ったんですよね、広島。すごくいいところです。食べ物、瀬戸内海、呉市、飛島などのところが、すごい以前も行った時に綺麗なところだな。すごくいいところだな。いつか日本に住むならこういうところがいいなって感じたからこそ、もう一度見たいなと思って宮島に行きました。感動しましたね。ちょうど行った時に引き潮だったから、厳島神社の赤いお鳥まで歩けたんですよね。真下まで。すごいな。本当に感動しました。そう歩きながら、こう戻って、美味しいレモン、広島といえばレモンですよね。美味しいレモネード飲んだり、暑かったんですよね。そこから穴子。美味しい穴子と牡蠣、フライも食べれて、すごい幸せだったんですよね。そこから広島中いろんなところをドライブして、広島にいるスティーブ・テキシテンのファンの大輝さん、もう優しくて、本当に丁寧に広島を案内してくれて、大輝さん、本当にありがとうございます。広島県民としてのプライドはものすごく感じました。嬉しかったんです。本当にありがとうございます。もう自分は昔から大好きな、大好きな広島焼き。久しぶりに食べれたんですよね。その時気づいたことも、東京にいる間も気づいたんだけど、外国人が多いですよね。日本はどこに行っても外国人がすごく多いです。広島市の繁華街のお好み村っていうところに行ったんですけど、お好み焼き屋がいっぱい入っているお店に行ったら、最初行ってエレベーターついてドアが開けた瞬間、なんか日本かなと、海外のような感じだったんで、外国人がものすごく多かった。それは昔と違うんですよね。日本人より外国人が多いっていうことは感じたんですが、あるお店に、翔ちゃんっていうところだったら、これに入って丁寧に、本当に美味しく広島焼きを作っていただいて、もう満腹でした。ごちそうさまでした。で、日本の電車、日本の新幹線が素晴らしいです。時刻通りが多いと思うんだけど、いや、スティーブさん、
時刻通りじゃない時がある。今回はそういう時があったんです。わずかの3分か4分の遅れになったんだけれども、すごいのは、お客様にご迷惑をおかけいたします。頭を下げて申し訳ないと。っていうことを、アメリカ人は多分誰も何もまず謝ることはなく、3分、4分だったらまだオンタイムという感じになるアメリカと比べて、そこにも日本人の国民性があるんですよね。本当にアメリカ人としてそれを見て、もっともっと自分たちも頑張らなきゃ、見習わなきゃいけないところはいっぱいあるなと思って感じました。日本の新幹線自体がもう素晴らしいものですよ。毎回のように新幹線なんか進化されているようにも感じるので、乗れて本当に良かったなと感じました。すべては100%いいことではないんですよね。今回自分の目に入ったことは。ちょっと、っていうところも少しあったんですよね。前から少しずつ思ってたんですが、東京が汚くなってきているんですよね。場所によると思うんですが、ゴミがすごいですよね。ゴミ箱もないって正直に探すのが大変だと思うんですが、朝起きて散歩に行ったら駅前とか、いろんな広場とか、道にもゴミがなぜ目立ったかというと、広島にはゴミが全くなんか落ちてない、すんごい綺麗な街だった落書きなど全然ゴミを見えてないのに、東京に戻ったらゴミ、落書き。まあ昔いろんなところあったと分かってるんだけど、少しずつなんかちょっと汚くなってきたんじゃないかっていうことは少し感じましたね、正直に言いますと。もう一つは、ちょっと、嫌だなっていうところはありました。言わせてください。どこかと言わないんですけど、写真、ちょっとモザイク入れて載せておくんですけど、前のチップについての動画を見てくれた視聴者がいると思うんですが、もし見てなければぜひこの後、これ終わってからで、ぜひチッピングについて、アメリカのチップ制度について、ぜひその動画見ていただければと思うんですが、その中で言ったと思うんですけどね、日本はいずれこうならないといいけどね、同じチップ制度。今まで自分がもう経験してきた、長年してきた日本でチップなんか渡そうとしても、いや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 、受け取れない、受け取れない、それはもう日本のこうおもてなしだからって、チップなんかはいらない国だったのに、チップのカップ、チップの英語でチップをどうぞみたいな、チップに感謝っていう一応書いたんだけど、チップを要求するような日本に、まあ、どこでもってじゃないんだけど、ちょっと見ちゃったんですよね。いや残念だなーって、日本もそう変わっちゃったら嫌だなっていう、ちょっともう気持ち感じましたよね。外国人向けのことだろうと思うんだけど、日本なんだからね、そのおもてなしなどのところが、もし少しずつこれが増えてくると、消えちゃうんじゃないかっていうことはちょっと心配になりました。ちょっと残念でしたね。日本人のカスタマーサービスは全体的に本当に素晴らしいです。もちろん、外れたところ、最後の最後の日にあるお店で嫌なカスタマーサービスに当たったんですよね。失礼な方だったんですけど、それ以外は完璧ですよね、完璧。そしてもう一つ言いたいです。ホテルなどのフロント、掃除の担当、レストランで頑張ってる外国人、日本に一生懸命働いてる、日本語も覚えて、私以上に日本語をうまくできる外国人、真面目にやってる方が多いなって感じました。それも私はありがたいことですよね。まあ、よくこのチャンネルでも不良外国人とか日本、もうわざと脅しに、波に行く外国人についてお話していること多かったんですが、本当に真面目にやってる方、日本流に、日本風に頑張って素晴らしいカスタマーサービスをしてくれた外国人の方にも感謝ですね。ありがたいことですよね。そのまま続けて日本で頑張ってください。東京で大変お世話になっている方がいます。神田にあるシナのご飯のシナさん。もううちの星ジャパニーズカフェ、アメリカでできた星ジャパニーズカフェにおにぎり今出してるんですが、本当にいろいろとシナさんのおかげで美味しいおにぎりができてると思います。シナさんのお店にも邪魔させていただいて、お土産までもいただきまして、本当に素晴らしい方。日本人、優しい日本人
が多いなと思います。そしていつもの X ジョインツの徳さん、西川さん、そしてマネージャーのニノさんがいつも頑張ってくれて、非常に嬉しいです。7年、8年ぶりかもしれないんだけど、デコトライベントに行きました。後日にこのチャンネルでは動画も取り上げますが、一つ言いたいんですよね。アメリカのトラック運転手と日本のトラック運転手、全く言葉が通じないかもしれないんだけど、共通点があります。愛国心。自分の国に対するラブ、愛が溢れてます。自分の田舎の良さ、自分の国の良さをトラックを通じてみんなに見せてやるという気持ちは、言葉が違ってもこれ一つの共通点だということを今回もものすごく感じました。動画をお楽しみに。うちのスカイちゃんにもお土産も買いました。スカイちゃんがおにぎり大好きになりましたんで、スカイちゃん、今来ないんだけど、このお土産買って、うちのスカイちゃんが非常に気に入った。はい、スカイちゃん、興奮してる。はい、どうぞ。はい、持ってきちゃった。スカイちゃんはアメリカ生まれのゴールデンドゥードルかもしれないんだけど、日本のお土産、日本のおにぎり、日本のものが大好きですよね。日本語もわかるからね、うちのスカイちゃんも。スティーブ・テキシテンのスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。日本とアメリカ大好きです。久しぶりにいて本当に良かったなと思います。いつも日本から帰ってきて、なんかリフレッシュした感じで、充実した感じになるんで、元気もらいます、日本から。ありがとうございます。スティーブ・テキシテンのグッズ、いろいろあります。独占グッズ。ここでしか買えないので、steve'spob.jp と Amazon Japan にありますので、これからも新しいグッズもどんどん開発して、日本国内でもこれから作るものもありますので、その知らせを近日中にありますので、もう少々お待ちください。でも今すぐグッズとかステッカーもいっぱいあるからチェックしてね。来年に入ってから日本全国回りたいなと思ってます。講演会、懇親会、イベントを組みたいですよね。いろんなところで。皆さんに直接お会いしたいと思います。それについてもこれからも知らせがありますので、もう少々お待ちください。その間、メンバーシッププランもこのスティーブ・テキシテンにあるので、特典がいろいろあって、そして限定動画、メンバー限定動画は月1もプレゼンテーションをするので、よろしかったらそちらの方もご検討ください。いつも言いますが、日々前進、前向きにやっていきましょう。日本人もアメリカ人も同じ気持ちでお互いに手つないで前向きにやっていきましょうね。よろしくお願いいたします。では、次回まで失礼します。